皆さんはい、皆さんこんにちは。パン物語、ディレクターの松田沢野です。よろしくお願いします。すみません、もうはい、冒頭から、話したようにちょっと初めてのライブ配信で私もちょっといろいろ拙いところとか不慣れなところもありますけども、はい、精一杯、お届けしますのでどうぞよろしくお願いします。はい、そうですね、私はいつも、現場に入ってディレクターであったりとか、カメラも持ってカメラマンしたりとかやっております。はい、でそこで、今日は3年前、2023年ですねに、取材させていただいた、ブーランジェリーレコルトさん、今日はこういう感じでレコルトさんの今前に来ております。見えますでしょうか。はい、ありがとうございます。で、このレコルトさんが、今週ですね、6月の28日土曜日をもって、大会本店、こちらの店舗が閉店するというところで、はい、今回ライブ配信ということを企画させていただきました。で、そうですね、今回本日は店主の松尾シェフと一緒に、思い出、こちらの代官本店に対する思い出であったりとか、この移転に対する経緯であったり、これからの思いというところに、はい、お伺いしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、すいません、私ばかり話しててもなんで、はい、入ってみましょうすいません、じゃあちょっとレコルトさんのお店に入っていきます。いいですか。よいしょ。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ちょっとすいません、手こずってしまっとんでてもないです。オープニングで申し訳ないでいいえ、す。はい。いやー、ありがとうございます。ライブですね。ライブです。よろしくおもう願いしま今す。見てますか。47人が見てます。嘘。すごい。結構入ってますね。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね。いや、いいですね。ちょっと私たちも初めてなライブなもので、はい、ちょっとドキドキ緊張もしていますけども、このなんか緊張感と、なんかその時しか喋れない、話せない、なんかね、内容にできたらいいですね。本当ですね。最初からすいませんでした。よっしゃ、ちょっとじゃあもうね、うんいろいろと今日ははい大会本店、はいブーランジェリーレコルト3大会本店についていろいろお話をお伺いしていきながら、そうですね。はい、はい。やっていけたらなと思います。わかりました。おで、願いします。すいません、最初自己紹介、はい改めてわかりましたいただいてもいいですか。はい。ブーランジェリーレコルトの、オーナーシェフをやってます松尾です。よろしくお願いします。今日はもうこの大会、このお店は10年なんですけど、10年前は路地裏のお店で、一軒のちっちゃなところで一人で作ることから始めて、で今で通じして13年経った時なんですけども、ここをもう出ていかないといけなくなっちゃったということがちょっと経緯がありまして、次、ここをもう今月のもうあと1週間ですね、1週間であと5日で、ここを閉店してしまうということで、それから次のステップにっていう形にはなるんですけども、この最後の、ね、思いの詰まったなんかこの場所で、できることをなんかねないかなということを話してると、こうパン物語さんが取り上げてくださったので、あとたった5日かもしれないですけど、なんか今までの思い出のなんかね走馬灯のようななんかね、さらに思いの詰まったものにするためになんか今日あるのかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いかがですか、こういうのは初めて。いやライブはちょっとねないですよね、どうですか、心境としては。ね、さっきのこの直前のここまでは気にしない、いつも通りこのね喋ることを考えちゃうと、何も頭から出てこなくなるので、もう全くノープランで話すことが一番かなと思って何も考えなかったんですけど、いやさすがにライブってなるとちょっと緊張しますね。私もドキドキですが、はい、ちょっと頑張っていきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね。で、実は今日は皆さん見えてますでしょうか。私が着ているこの T シャツ、見てください。じゃん、じゃんじゃん。パン物語さんへ
パン物語さんへ、ブーランジェリーレコルト。はい。いやサインくださいって言われない僕サインがないので署名しかできないですよって言ったんですけどこれでいいと。これが果たしてじゃんっていうものなのかどうなのか僕には全然わからないんですけどなんか喜んでくださってるので、はい、書きました。最高です。この T シャツがはい、うちのこの、じゃじゃん、はい、レコルトのスタッフ T シャツなんです。これ10年前のここのお店を始める時に僕がちょっとね拙いデザインで作ったものなんですけども、初めてこの場所を借りることになった細長い縦の長いこの建物、まあ、4階と屋上がで5階建てっていう形になってここを使わせてもらう時に何か思いの込めれるものってないかなと思って、まあねパンもそうですけどこう縦に膨らんでいくことがパンの成長だから。そういうことでなんかこう思いをずっと貫いていくとこの建物のようにいいものができるんじゃないかなっていうようなそういう思いで作った、はい、デザインです。いやーいいですね、めちゃくちゃ素敵。いやありがとうございます。見えてますか。はい、なんかこういろいろ書いてフランス語でいろいろ書いてるんですけどもうパンにはお水があって次に小麦を入れて、ね、酵母が入って塩が入ってっていうこう工程がどんどん積み重ねていくとパンが美味しくなるけども必ずそこには愛情を注がなきゃ美味しくならないよっていうような意味の、はい、デザインです。いや松尾さんらしい本当にね、まあもう本当前回の動画でもやっぱりこの松尾さんのなんていうんでしょう、そのスタッフさんに対するこの愛情というか、まあね、朝ごはんも作ったりとか、まあ、誕生日のやるとデロワとかも作ったりしてすごい愛情深い人だなっていうのが多分皆さん印象的だったのかなって思ってます。はい、はい、でそこで、まあね、3年前ですかね、もう、はい、経ちましたけど。そうですね、あれね動画を撮っていただいて1日を追いかけるとそうですね、はい、すごかったですね。すごかったですね。まさかの展開でしたね。はい。そう本当にもう公開の当時は、はい、公開のギリギリまで、もう松尾さんにも本当に深夜の2時ぐらいですかね。そうですね、2時から始めましたね、あの時はね。あの時ね、はい、2時から始め撮影ね、撮影が撮影を、ねしますということで、なんかそんなむちゃくちゃこう打ち合わせしたわけじゃなかったじゃないですか。で2時からですっていう話で、2時からどんな感じで撮るのかなと思ったらもうカメラ回ってましたよね。そうですね。僕が出勤で、はい、あもう回ってると思ってなんかねいきなりこうもうスタートしてましたよね。はい、なんか分からずに毎日のいつも通りのことをやるしかないのかと思ってやり続けてると。なんかああいう動画が出来上がってて本当にお客さんにもよく言われるんですよ。あれってどうやって撮ってるんですか。いやもう普通に僕もう出勤したらカメラ回ってましたみたいな感じでそのまんまのことをやっただけなんであれじゃあそんなあれですか作ってないんですか。いや作ってないですよって言って確かに編集は1時間にまとめたのでだけどそのねなんかやってることはいつも通りのことなのでって話したら皆さん驚いてらっしゃって。そのままでもだからこそだったのかな、なんか見てて楽しかったって言って、はい、方も増えたしもちろん海外の人、はい、もう本当に来ますよ。本当来てくれます。わざわざこの店に来るために海外から出てきたんだよってお客さんもわざわざ来てくれます。このブーランジェリーレコルトさんをに来るために来た。だからついでに後で京都行くって言ってました。京都よりも上に行きましたね。ここに来るために来たんだよって言ってくれたら本当にアラスカとかね、もちろんシンガポール、中国、台湾ももちろんアメリカいろんなとこから、はい、来てくださいましたけども、はい、びっくりしました皆さん。いやーすごいな。もう本当にだからもうね先ほども言ったまかないもそうですし、はい、まあ階段とか、はい、ねいろいろもうこのなんか松尾さんのこのパワフルエネルギッシュな感じが、いやすごい多くの人に刺さったのかなっていうのがそうですよね。めちゃくちゃありましたね。僕はでも本当に日常だったので、それが当たり前にいたので、何が特別感かも分からなくいたんだけど、まあ、改めて皆さんからこう、ね、反響の声をいただく時にこういうことが良かったんだなっていうのをなんかまあ感じたんですけどね。なんか、でもなんかやっぱり日常ですよね。僕にとったら日常なので、まあでも僕の一番の褒め言葉は変わってるなんですよ。人から変わってるねって言われると結構嬉しいんですよ。そう同じことはあんまりしたくないタイプなのだから皆さんに言われてちょっと喜んでます。よかったです。ありがとうございます。まあね本当に私たちパン物語も、やっぱりこのねパン屋さんだからしたら当たり前の日常かもしれないですけど、やっぱその日常にすごいこのなんて言うんでしょう。
なんか尊いものがあるというか、やっぱ皆さんの思いっていうのがもう日々の営みに詰まってると思ってるので、まあそこをちょっとね、そうですよね、でも本当に食べ物を扱うものとして僕のやっぱそれは使命だと思ってるので、自分が全てもう経験することだから、それはプライベートだろうが仕事だろうが関係ない、食っていうものを通じて僕が知り得たこと、学んだことを全てここに生かして、で、もう僕が経験したものを全てここに投入することで、何か食べてくれる方、お客さんにとってやっぱりメリットになるっていうか、何かにつながる、次につながるものにしなきゃいけないっていう、やっぱりそういう使命感はあると思います。やっぱ食べ物っていうものは皆さんの体を作っていることなので、やっぱりそこが一番大事かなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。はい、いろいろちょっとはい、はい、あ、来ました？嘘？本当に？嬉しい、ありがとうございます。ディレクターの人は当時の動画取材出てたんですかっていう質問が来てます。取材に、私ですか？私は取材、はい、当時してましたよ。取材して、もうまだまだペイペイのカメラもちょっと持ちながらやってましたね。はい、少しやってたんですけど、やってました。で、外でちょっとお客様インタビューとかしたりとか、そういうことをしてましたね。なかなか松尾さんにつきっきりみたいな感じではなかったですけども、はい。素敵な T シャツっていうコメントをいただいて、嬉しい。これめっちゃ自慢したいですこれ。本当に。いつでも書きますけどね。これみんな欲しいよね。マラソン見れなかったとかっていうコメントが来てたりとか。ああ、そうなんですね。マラソン。そうかそうか。松尾さんです。いやー、いい。来てますね。いやもうちょっとね、変態っぷりはいくらでも話せるので、はい、この先いっぱい伝えていこうと思います。よっしゃ、じゃあ今日はもう1時間ね、みっちりと、はい、そうですね。はい、その変態っぷりじっくりちょっと見ていってください。いいですか？オッケー。そうですね。じゃあそうですね。もう続いて、そうですね。はい、ね。せっかく、今日はこのお店にちょっと私たちも足を運ばせてもらってるので、ライブで、もう皆さんにもこのブーランジェリーレコルトさんの中身、ルームツアーをしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ちょっと回線の都合上2階にはね行けないんですけど、1階の中だけ、はい、わかりました。いろいろ、ここにもいろんなものが、変態っぷりが、詰まってるので、さてやりましょうか。はい、いいですか。パン屋さんの一番のさっき変わったことっていうと、売り場スペースはこれだけだけど厨房スペースはめちゃくちゃ広いんですよね。だからやっぱりパンを作る工程で機械がたくさん必要になってくるので、どうしても売り場がこれだけしか取れてないのに2階も全部厨房だし、でこの奥も全部厨房だしという形になってます。それでもこんな狭かったんだって多分思っていただけるような内容になっているので、ちょっと見ていただければ。まずはオーブンなんですよ。これは、ここの、本店の前にもちっちゃいお店から始めたんだけど、そこも売り場の目の前にオーブンを置いたんですよ。でそれもちょっとその当時一人で初めてオープンするにはちょっとやっぱオーブンって高いんですけど、今では当たり前だったけど、その頃まだ珍しかったガラスのオーブン、扉がガラスになってるオーブン、中が焼けてる姿が見えるオーブンをどうしても置きたかったんです。やっぱり子どもたちが買いに来た時にうわーってパンが焼けてるっていうそのライブ感をなんか見てほしくて、なんか興味を持ってほしくて、なんかやっぱり目の前にオーブンがあるっていうことは絶対必要だなと思ってました。そしてこのオーブン、2階にも実はオーブンがあるんですけど、このオーブンがこの大会の本店の時に新しく入ってきたオーブンなんですけど、これ普通に定価で買うとめちゃくちゃ高いんですよ。めちゃくちゃ高いんですけど、ちょっといろいろなルートがあって中古だったんだけどすごく安く入るっていう手があって、どうしてもそのタイミングちょうど僕が移転を考えた時にこのオーブンいくらでは出せるよみたいなこと言われて、そんな安く出してくれるんですかっていうことがあって、どうしてもこのオーブンもう結構男のロマンなんですよ。男のロマン、ハード系を焼くには絶対必要なオーブンなので、いつかちょっと見たいですね、近くで。どうしよう。要はフランスパンをどうぞ行っていいですか。フランスパンを焼くためのオーブンなんですけど、いわゆる、僕たちが菓子パンとか食パンを焼いているオーブンと圧倒的に違うのは奥が長いんですよ。奥に深いんですよ。これってバケットを焼くためにフランスの窯なんですけど、バケットって細長いじゃないですか。これをたくさん入れるので、なので奥に広い形になっているのが特徴なんです。これで食パンを焼くのはちょっと面倒くさいんですけど、フランスパンはすごく向いてます。でどうやって焼くかっていうと、
これをちょっと気をつけてくださいね、はいずらーっと下ろしてずおらーっと下ろしていって、でここをわーっとこれ布で帆布の布なんですけども、ここの上に発酵が取れた生地を並べていく。要は直で焼かなきゃいけない。鉄板の上で焼いちゃうと綺麗にパンが膨らまないので、ちゃんと鉄板のない直でもう生地がこの炉焼っていうこのオーブンの底に乗ってすぐに熱がダーンと当たることによってパンが急激に膨らもうとするんですよ。でその急激に膨らんだ時に油脂が入ってないフランスパン生地はそう伸展性という伸び方が弱いのでどうしても割れちゃうんですよ。その割れをクープとして先にガイドを入れてクープの切れ目を入れておくんです。そこから割れてねっていうことでガイドを入れていくと膨らもうとした時にバリバリバリっと裂けて綺麗なフランスパンのバケットのクープができるんですね。その要は早く下から熱が当たって急激に膨らまそうとしなきゃいけないので、鉄板の上に乗せちゃうと鉄板から熱を伝わる時間にすぐタイムラグが出ちゃうのでうまく膨らまないんですよ。だからこのまま生地を直接入れて放り込んでダイレクトに入れる、これが最低の条件です。なるほど、はい、そういう仕組みなんですそうなんねですよ。フランスパン。はい、でここに例えば合わせてもらっておー生地をここからドーンと放り込むとこのまま一緒にうーっと奥まで入っていきます。でこれをスーッと拭いていくとパンだけが中にバタ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 っと落ちて直接焼けて、はい、このまま直接直火で焼く、こういうオーブンです。かっこいいでしょ。すごい、めっちゃかっこいい。メカ好きな男の子にはたまんないこのしびれるオーブンです。どうしてもこのオーブンを置きたかったので、これはね1トンぐらいあるすごい重たいオーブンなんですけども、はい、このオーブンがどうしてもお客さんの目の前に置きたかったので、もう動線もうそっちのけでとりあえずここに置くっていうことだけが置いて、あとはなんとか通れるところがあればいいかという形で置いてるので狭いんですよ。いや面白い作りになってますもんね、はい、これね。よかったらじゃあこの奥もいいですか、はい、今ちょっとうちの子が仕込みやってますけど、よかったらどうぞ。いいですか。すいません、仕込み中に失礼します。はい、どうぞどうぞ。ちょっと狭苦しいところでごちゃごちゃしてますけど、はい、まあこんな感じに、はい、ここはミキサーって言われる、まあパンをこねる、はい、機械が2台。これが縦型ミキサーっていうミキサーで、こっちがスパイラルミキサーっていうミキサーですね。こういうミキサーが、はい、置いてます。はい、狭いところでこうこもってやってます。いやここね。そうですね。これがまあ僕らのちょっと汚いですけど仕込み表ですね。はい、こういう形でまあどういう生地が何キロ仕込んで1日毎曜日こういう形で仕込むよというのがここに書いてます。でこれに合わせて計量したりとかして、はい、準備をしてますね。はい、こんな感じでやってます。すごい小スペースですね。いやそうですよね。もうだからあんだけ厨房が広いのにもう結局できるものはこれだけやっぱ機械が圧倒的に大きいので、こういう形で狭やっていくというか、なんかポジションは自分で作る、それも仕事だってよく教わりましたよ、修行時代に。作業場所がないですじゃなくて自分で作れって言われて、いろんなどういう場所でもちゃんと作業ができる場所を自分で作れっていうのが、まあ、僕教わった内容かなと思ってます。はい、なるほど。いやいいなここもまたすごいあれそう本当の建物はここまでだったんですよ。建物はここまでで、ここからが外だったんです。でちょっとはいここ増設して仕込みの部屋を作ったんです。増設したんですね。はい、これ上はベランダがここにあって物干しのベランダが出てるその下だったので、ここはなかったんですよ。はい、勝手口みたいだったんですけど、それをもうやめてここもさらにもそのベランダ分だけここ部屋作って仕込み部屋にしたと。はい、工夫されてますね。いやそうですね。場所を作って、はい、そうなんです。でここはちゃんと防音壁を張ってるので、やっぱ機械の夜中から回すので、夜中の2時とかから回すので、ミキサーのね機械の音がお客さんにね夜中にこう、ね、迷惑にならないようにちょっと防音のパネルをいっぱい貼ってて、まあ外に音が漏れないようにしてるような感じです。はい、今はだいたいどのくらいの生地、種類作られてるんですか。まあでも7、8種類ぐらい1日種類の生地を仕込んでる感じかなと思ってますね。はい、どうしてもねなんでしょうね、生地の方を少なくするのがこれからの効率アップになるとは思うんですけど、少ない生地の中でいろんなバリエーションがいいんですけど、どうしてもなんか思いが詰まってくると、でそのためだけにやっぱ作りたい配合が出てくるので、やっぱ増えちゃいますね。はい、いいですね。もうこだわり詰まってるんですね。いやそうですね。はい。なんか機材に対して何かあります？思いとか思い出とか。
そうですね。こいつはもうオープンした時からあるミキサーで13年目の子なんですよ。はい。だから初めて最初に買ったミキサーですね。これはこのちっちゃいミキサーボールと大きいミキサーボール2つ兼ね備えることで、そこにある大きいボール、これをこうはめることによって仕込むキロ数が変えれます。よいしょ。よいしょ。こうやって大きさの違うものを、はい、こっちで作ったらこういうサイズに仕込めます。これで仕込めます。で大体これで5キロとかの粉が込めるし、こっちだと13キロとかぐらいの粉までこういう形で、はい、仕込めますね。はい、だからこれ一つあればとりあえず大体のパンが作れます。ででもこれ縦型ミキサーなのでどういう動きをするかというと、こうフックをつけた時にこのミキサーボールは固定なんですよ。の状態でこのフックがこう自転と後転をしている感じ、こう自分で回るのとこう回るのとで、こう回りながら2つの動きをしてるんですよ。1つの回転しながら大変申し訳ございません。今はどうでしょうか。皆さん届いておりますでしょうか。ね。どうですか。ごめんなさい。本当に申し訳ございません。もういろいろとね。大変です。いやそうですね。なかなかトラブルありきの、ねはい、ちょっとライブのね、これも醍醐味だと思っていただいて、ちょっとねよりリアルなことをね、たくさん伝えたくて、なんか奥まで行ったんですけど、ね、なかなかちょっと電波まで届かない。いや、本当にありがとうございます。いえ、すいません、ご迷い惑をかけました。ろいろちょっともう少し皆さんにミキサーのこね具合のお話を聞いてほしかった。そうなんですよ。いろんな仕込みのね、ミキサーの機会をね、なかなか見る機会がなかったと思うので、ちょっとそういうのもねお話しさせていただけたらね、今日は特に定休日で、普段動いてないので、逆にそれでじっくりとね機械を見ていただけるチャンスかなと思ったんですけど、はい、人が通らないところミキサー、ね、電波が通らないんでねなかなか電波までもどれだけ狭いねんっていう話なんですけど、映ったらよかったとかいろいろ言ってくれてる。本当ですか。いや戻ってきてくださって本当よかった。もう皆さん本当にありがとうございます。ちょっと仕切り直してよっしゃ、はい、ありがとうございます。やりましょう。はい、じゃあ続きからありがとうございます。すごいすみません。ちょっと松尾さんに仕切ってもらってるっていう。ちょっとねせっかくなんで楽しくね。はい、いやもうやっていきましょうか。オッケー。はい。じゃあそうですね。ありがとうございます。はい。いろいろ後ろを今回ってきて、でちょっと店内の方に来てみましたけど、これやっぱりレコルトさんの動画といえば、もうこの階段かなって。うわー、これですよ皆さん。昔からのある古いね高さのある狭い階段なんですけど、はい、これ本当に海外から来たお客さんとか、遠方から来たお客さんがパンより先に「おっ!」っていうこれやっていう、これと僕がそこにいると「あ本物や」って言うんですよ。いやこれは YouTube の人やなって分かるんですよ。それを見た時にそういう反応してくださる方が、いやもう本当にこの階段をみんな見て、特にね外国の方なんかは「おう!」っていうなんかこうね驚いてらっしゃるところがはいありますね。面白いですね。ちょっと名物になっちゃいましたね。はい。いやすごいな。これね毎日記事を持って、でも何億僕が今 Apple Watch で見てると1日に登る1日この狭い厨房で1日歩いている距離数がだいたい13キロぐらいなんですよ。はい、13キロ。13キロ。13キロ歩いてます。だいたいいつもこの距離で見ると。スペース。はい、この小スペースの中でだいたい歩いてます。で階段で行くとだいたい5、60回ぐらいまで上がってるみたいです。5、60回？上がってます。どうかしてますねそれは。毎日そのぐらい上がってるみたいです。なんかアップで出てましたね。面白い。はい、だからすごいね労働環境もちろんこれ今後次ね移転するとこの階段がなくなってしまうんだけど、この階段をすごくネガティブにこう思う方も大変だねって、もちろん大変だと思うんですけど、なんか大変となんかやっぱこうね苦しいものと捉えるか、それこそトレーニングのいい機会にするかっていうのもちょっとあって、結構ねうまくやるとこれいいトレーニングになるんですよ。ちょっとやります？ちょっと僕が普段持ってることだいたいこういう風に実演してくださいます。これ今空なんで軽いんですけど、見てください。これは今空っぽなので6キロか7キロぐらいしかないんですけど、生地が入るともう20キロとか多い時は30キロぐらいになるんですね。
そうなんです。20キロか30キロ。20キロか30キロぐらいなんです。すそれをごいな。って言いながらやるんですけど、そうなんですね。こうやっていつも持っていってしかも狭いんでこの上で当たっちゃうので上手にここからこうかけ上げながら。おお、見てください。この体のこの仕方、この仕方。こういう形ですね。はい。で持って上がる感じです。上に持って上がります。ごっ。いやー。こんな感じです。はい。降りる時もここからよいしょ。はいおお。ギリギリ手が当たるこれギリギリのところで持ってきて20キロ30キロ降ります？かわしてそうですかわしながら降りるんです。こんな感じです。体験してみますか？まあ多本当分ですかこれをこの量は大変だと思うので、はいじゃあこのぐらいでこのぐらいで一回試してくださいいやーよ。ちょっとやってみてください。すごいことになりますよ、はいこれ。これあ、いけますか？いえいえ。これで今そうですね3キロ2キロ5キロぐらいです。これで5キロぐらいです。はい。これこうこの殻でも重い。意外とねそうなんですよ。嘘今5キログラムです。ちゃんと重いですよこれ、はい今がこれで5キロぐらい。 5キロぐらい。これで5キロです。 30キロ。そうでしょ。これに生地が入るので。これそもそも持つのにもねそうでしょ。半端じゃないですよこれ力で。これをあもうはい上がっていってみてください一度。はい。いきますよ。よし頑張ります。レッツラゴー。でこんな感じか。こうまあ思うように一度。こうなるほどね。ちょっとそう横が入らない。こういくしかないんか。こうか。はい。よしよしおいく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 。よし来ました来ました来ました。あ、ぶつけてます。ちょっとパン生限定値地パン生地嘘。これほら横幅がねめちゃくちゃギリギリなんですよ。そうでしょ。手が当たりそうでしょ。もう手すれますねこれ横にしたら。階段。しかもこう下が見えないのでちょっと怖いでしょ。ねめちゃくちゃちょっと気をつけないで降りるときが一番危なくて感覚階段を踏み外さないように気をつけて。まだあります。あと2段ありますよ。よっしゃ、はいよっしゃ。そんな感じです。あ、そうね。はい。嘘ちょっとこないれでしょ。しんどい。大変ですよこれだけでも今でもしんどい、はい結構バクバクしてますね。これをいつも登るときにスタッフの子たちが登っていくときにそれダメ肩痛めるよとかはあやっぱりすごい大事なことでこうやって持っちゃうと肩で使ってるので肩も悪くするし首がもちろん肩が凝る首が凝るももちろんなるし猫背になるんですよ。でも体にくっつけると楽なのでこうやって持っちゃうんですよ。はいでもこれが怪我の原因なんですよ。はいもう腰が悪くするのも原因で、はいはいちゃんと肩使わずに背中の筋肉とかで持つようにすると、はいもうこうするとやっぱ怪我しにくい。んでしかも何だったらこう離すといいトレーニングになるんですよ。ちょっとやってください。これを体でくっつけてると楽じゃないですか。こうやって持ってると楽ですね。離してください。離してください。離す。離す。わかります離すと。で肩上げないでここに肩上げてダメです肩よ。上げてる？肩はこうならないようにこう落として肩は力抜いて重たい。離して重たいですよこれ。背中使うんですよ。これで背中。そうここでちゃんと姿勢正しくね。こうですか。こうならないように。こうですか。はいできてます。これ背中のトレーこニングなんですよ。れちょっと腹筋とか痛いですよ。そうそうそうこれ腹筋と背筋をちゃんと使って背中を使うんですよ。これの軸をちゃんとトレーニングするとこれいいトレーニングなんですよ。体幹ですはいね。こういうことをちゃんと意識してくるとぎっくり腰にならないですよ。結局ぎっ結くり腰ってこことここが弱くなっちゃうので、はいはいはい負けて他のことを使っちゃ肩使ったりとかするから、は結局姿勢悪くなっちゃって怪我するので、はいはい。怪我しない持ち方っていうのが絶対大事なので。こうこういうことをちゃんと見ていかなきゃいけなくて、だからうちの若い子たちが間違った持ち方をしてるとやっぱ注意して、それは怪我する持ち方だからダメってちょっとしんどいんですよ。絶対しんどいけど、自分で負荷かけていつも、トレーニングだトレーニングだと思ってこうやってで余裕ある時は離すんですよ。でこうやるんですよ。コメントで、はいトレーニングジム行くよりきつい。本当にもう今だけでももうだいぶ。そうでしょ。ちゃんと息吐きながら吐く時に力入る入れれるので、へって言いながらこう吐きながらですよ。こうやってるとねいいトレーニングになるんですよ。はい、これが大事ですね。なるほど。はいでもこれはだからこの階段ははいもうこの店舗に来てからそうですよですもんねはい、今までこんなんなかったので、うんうんうんどうしてもその移転がしたかった。でも最初の当時は13坪しかなかった一人で作ってたんですけど、やっぱお客さんがたくさん来てくれるようになって、なんかやっぱりお客さんに喜んでもらえることをしたいってなる時に、今の最初のお店だとすぐやっぱ売り切れてしまうので、なんとかもっともっとたくさんのなんかこうパンを作りたくて移転することにしました。マジです。すみません。ありがとうございます。はいありがとうございます。後で焼いてきますね。なんか
はい、ましたそうねですね。ちょっとちょっと後で不思 C 議でねですすね。はい。そう秘密のはい。はいだからまあそれでより広いところでっていうことで今回この場所になったんですけど、はい。なのでまあもう階段があるのは仕方ないくて、やっぱりパン屋さんってやっぱこれだけ見たら分かるようにすごいスペースがいるんですよ。機械をたくさん置かなきゃいけないので。うん。でもね、パン屋さんって皆さんがどう思ってらっしゃるかは知らないけど、あんまりね、リッチな業界ではないというか、やっぱり生活の食べ物なので、僕たちはたくさん利益を取って儲かるわけにはいかないっていうのは変な話ですけど、なかなかやっぱりね、皆さんが毎日食べていただけるような価格にしなきゃいけないというのもあるので、やっぱそうするとなかなかそのね、高リッチな場所で物件を借りるっていうのがなかなか難しいので、僕は本当にこの場所は本当にレアで、細長くて使いにくいかもしれないけど、うまく使えれば広くスペース変えてね、たくさんのパンが作れるんじゃないかなと思ってここを借りたんですよね。もちろん横に広い方が絶対いいですけど、そうすると家賃がすごく高いので、なるほど。やっぱそれは難しいから、まあ現実としてね、はい、今僕らが払える額の家賃の中で、まあ一番最大限に数をたくさん作れるパンを作れる場所ってどこかなっていうところで、今この場所を10年前に、はい、紹介いただいて始めたっていうのがきっかけです。ああ、そうなんですね。でも10年間ずっとこの階段とともに。そう、この階段とともになんで、もう目をつぶってでも上り下りができるぐらいの、おーはい、すごいね、やってきた。でもね、今の若い子たちはすごいんですよ。はいはいはい。あ、ちょっと。はい、だから業者さんですね。業者さんもうありきなので、はい、来ちゃいましたあんこ屋さんですね。はい、こんにちすいまは。せん。はい、松原製庵所さんですよ。はい、松原製庵さん松原さん、美味しいあんこ。あ、いいですか？全然映っても。はいいつも使っていただいてます。あ、いいね。あんこ。あんこです。あんこ屋さんやっております。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちら今日は何？お名前も。松原製庵所さんですね。はい松。原製庵と申します。はい。一生懸命美味しいあんこ作ってます。あ、いいですね。ありがとうございます。今日は何をお持ちに？今日は、よろしいですかね。いいですか？大丈夫ですか？大丈夫です。まあみんな大好き。みんな大好き。おお。つぶあんですね。はい。はい。これほら特別栽培のつぶあんです。はい。これのそれとこしあん、それとこしあんですね。はい。で大納言のかのこの豆。はい。はい。ここです。はい、牛皮ですねで。こちら牛ですね。はい。はい。すごいでしょ。はい。すごい。ね、原材料見てください。いいの使ってるんですよ。見てください。ありがとうございます原材料表示見えますか？ありがとうう。ございます。じゃあビートグラニュー糖を使って、はい、ありがとうございます特別栽培の小豆で、あ、特別栽培はい、北海道のね、はいそうです。いいあんこで使ってます。ビートはい。に特別栽培小豆。いや本当に僕和菓子が大好きで和菓子作ってて、はいパン屋さんになる前は和菓子職人になりたいなって実は思ってる時期があって、そうなんですよ。和菓子作るの好きだったんですよ。であんこを自分で炊いて、もうあんこが大好きだったので、もう今うちの母もそうです。あんこだけ食べるんですよ。あんこだけをそのままタッパーに入れてスプーンすくって食べるぐらいあんこ好きなんですよ。で自分で炊こうと思ってあんこを炊いてたんですけど、やっぱりパン屋さんをやるね中で。あんこ炊いてる時間ないなと思って、やっぱりどうやっても手もかかるしね、で炊いとくだけかもしれないけどやっぱりちゃんと目離せないので、やっぱりいい香りを引き出すね旨味を出すためにってやるとやっぱりつきっきりにならなきゃいけなくて、どうしてもそれがぶれるからやっぱり自分で作るのは限界があるなと思って、まあビゴの時からお世話になってた松原製庵さんにお願いしようと思って、工房を見学させていただいて中身してもらった時に、こんなにいいあんこ作ってんだなと思って、はい、なんかね一番いいグレードのものを味は最初もらったらめちゃくちゃ美味しかったんで、もうこれはもうプロは餅は餅屋ですよね。餅ね、だからもうそれで任せちゃおうと思ってずっと今お付き合いしてます。なるほど、はすごい。はい。さんって知ってる方います。あ、いますか。ありがとうございます。いやもう私たちもよく松原製庵所さんはね、いろんな現場でお見かけしております。ありがとうございます。はい。桜あんのパンが好きっても来てました。ありがとうございます。桜あんのパンが好きと。はい、来てました。あんこはいいですね。ね。はいすみません、もう本当にありがとうございます。すいません。すごい対応してくれた。アドリブ聞きますね。はい。嬉しい。ありがとうございます。はい。じゃあちょっとはい、続いて、外行きますか。外いいですか。はい、行きましょうか。ちょっと行ってみても。ねえ、なんか外に、はい。前回の、はい。私たちがちょっと取材したそうですね。時とはまた違う、はい。今は外観になってるかなっていうふうにそう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 思うんですけど、どうぞ。はいはい。
もうでもそう最初この10年前にここを作った時ははい真っ白だったんですよ。あ、真っ白。もうこの壁がね、はいここは白色だったんですよ。でどういう経緯で作ったかっていうと建築士さんの思いがあったんですけど、最初初め13年前にオープンした路地裏のお店は初めて僕も独立して初めてのお店だったのでお客さんは知らないじゃないですか。それからなのでここがレコルトっていうパン屋さんがあってパンを作ってますよっていうのが分かるようにしたかったので大きな看板を作ってレコルトって書いた看板を作って最初オープンしてました。はいでそこからまあ人気で偉そうに言いますけど、まあ、人気が出てお客さんがたくさん来てくれるようになったのでこの場所に移転するようになりました。今度は大通りなので、本当に大通り沿いにあって駅の、ね、出口もすぐなので、はい、やっぱりそうですね。逆にお客さんの目には触れやすい場所じゃないですか。そしたら今度はあえて名前を看板を出さないようにしておう真っ白な看板で、はいここ何のお店ってお客さんにこう気になってもらって中を覗いてもらうっていうお店にしたいなっていう、はいだからそうやってこうなんだろう魅力で引き込んでもらうような形にしたかったので、あえて何も書かなくて真っ白だったんです。それが私たちが取材させていただいたそうです。マンモー当時。ダイさんの時に来てくれた時の当時のデザインはそれだったんです。なるほど。はい。でこでちらそれからの可もう愛らしい。やっぱ何年も経って、まあちょうどパンモンガさん来た時もそうだったんですけど、はいはいまあ要はこれからもっともっと僕は健康のことに気をつけるようになってきたし、なんかその辺からやっぱりパンの作り方も大きく変わってきたわけですよ。分子栄養学っていうのを学び出して、でもっともっと体にいい健康なパンでもっと作れるようになるなと思った時に新しいお客さんを取り入れなきゃダメだと。なりました。でもっともっと今までそのパンに興味のなかった人にももっと興味を持っていただいてうちに来てもらううちにどんどん皆さんが健康なことに気づいていくっていうような形にしたかったので、今まで別にあれ何の店っていうことに興味を持たなかった人に対してもっとあれって何の店行ってみたいなと思ってもらわなきゃいけなかったので、なんかここにもっとこうみんながこうなんだろう気づいてくれるような。なんかそういうことってなんかできないかなってちょうど思ってた時期が正直あったんです。でもまあ言っても看板を作るとか、なんかポスターを貼るとか、なんかそんなイメージしかなかったんです。だからでもその時にちょうどずっとアルバイトをしてくれてたある女の子がいて、その女の子が実は絵の勉強、芸術が大好きでずっと絵を描いたりとかしてる子がいて、で将来イタリアに行ってなんか要は留学をしてもっともっと芸術のことを学ぶために、なんか勉強してる女の子がうちでアルバイトしてる。うちだけじゃなくて3つぐらいお店掛け持ちして、もうパッツンパッツンに毎日バイトを詰めて、うち終わったら次違うお店行ってとか言ってやりながら、もうバイトに明け暮れてる女の子がいて、イタリアに行くために頑張ってるんですっていう子がいたんですよ。でその時にじゃあちょっと絵描いてみてとか言って、もうロンポアンのカフェの方のところでもなんかメニューを作ってもらったりとかするとすごいいい絵を描くんで、おしゃれだねっていうことで、そうやって色を描いてもらううちに、その子はとうとう留学のめどがつきましたと。で大丈夫かな。で留学のめどがついてきたんで、そう留学のめどがついたので、いよいよもううちの店を辞める期日が見えてきたんですよ。でなんか寂しいねって言ってて、でもどうせだったらもうじゃあ最後に僕もここ新しい人にどんどん気づいてもらうお店にしたかった時にそうだと思って、ここ書いたらって言ったんですよ。ここに書いたら、この真っ白なところに絵描いたらどうって言って話したら、そんなことしていいんですかって言われて、でなんか乗り気だったので、じゃあもういいよいいよって言って、じゃあもう好きなだけ描いてって言って、で最後描いてもうイタリア行って、でもう絵の勉強頑張って、その代わりここに書いた以上、帰ってきた時にはちょっと有名になって帰ってこいよみたいな、有名になれよみたいな感じで、もう好きなだけ書いていい。だからこのデザインは何を書いても全然僕は何色にしても一切何の指示もしてなくて、もう好きなように好きなだけ書いてってっていう話をしたんです。そうするとこの絵を描いてくれたんですよ。自由に。全く自由です。僕何の制限もしない。そうなんですか。だからやり始めて休みの日もわざわざね、そのバイトの隙間に来て、もうペンキをこのペンキだけ買ってくださいとか言われて、色のペンキだけ僕が手配して、その子がじゃあもうここに広げて、もう作業着着て、ペンキまみれになりながらずっとここで描いてるんですよ。で僕らはその上の窓とかから見ながら何描いてんだろうとかね。もうだからここね、もうこの道端で。こう書いてるっていう。そうです。はい、ここに脚立置いて。こういう月曜日みたいな定休日の日とかにずっと書いてましたよ。何日も書いて。
すごい。もう今ではね、うん、もうレコルトさんといえばみたいな。そうですね。皆さんね、もうそうこれを気に入ってくださる方がいて、可愛いって言ってくれねて、めちゃくちゃ可愛いです。写真撮ってくれて。なんか思いの詰まった。だからこれでね、うちがここでずっと続けていくうちに、いつかその子が留学も終わって帰ってきて一人前になって、なんかプロとしてなんかね仕事をするようになった時に、思い出話の一つにここがあって、はい。なんかなったらすごいエピソードで楽しくないっなてるほど。言ってたんですけど、ね、ここを僕が離れない、まさかのここを離れなきゃいけないっていうことに本当でなっちゃっすねたんですよね。なのでうんどうやってこの思いをなんか残せないかなと思っていろいろ考えたんです。もちろんこれをデジタルに撮ってフィルムにするとかいう方法もあるんですけど、なんかその今の新しい北野の場所はどうしてもちょっと制限があるので、はいデザインの外側の外観ははいなんかやっぱりできないので、何かないかなと思ってそうだと思ってで写真を撮ってもらおうと思って、僕もインスタグラムにここで写真ね、来てくれたお客さんと一緒に写真撮ったりとか、もう最終日にみんな来てもらって、それでみんなで記念写真を撮って、それを新しい北のお店の店内に飾らせてもらおうかなと思って。そういう思い出がずっと残ったり、あるいは皆さん来てもらった人が写真残して皆さんのスマホの中にこの写真が残ってくれたらいいなと思って、今積極的にお客さんに写真撮ってもらってる感じですね。へー。いや、ここのね、やっぱり買いに来てここに来ると、やっぱなんか思わず写真撮りたくなっちゃう。なんかね、そう、すごい嬉しいなと思います。なんか撮ってくだ、僕もちょっと上の厨房から見えるので、見てて、あ、写真撮ってる写真撮ってるとか思いながら見て見てる。そう。いやー、いいですね。それがまあ、この土曜日、28日の土曜日の閉店当日に、お写真をどういうイベントになってるんですか？もうレコルトファンというか、もう好きな人がみんなここに集まってほしい。もう最終日28日の土曜日の4時集合。もうここにいてくれたらいいんですよ。夕方4時。夕方の4時にここに来てください。もう一回お願いします。いつ？今週の土曜日、だから28日の土曜日の夕方の4時にここの前に集合です。よし、ここの前に。はい。ここにいてください。ここの前に。ここにいてください。はいはいはい。ここで写真撮ろうと思ってます。で、もちろんカメラを撮ってくださる方もレコードのインスタを見てくれている方にお願いしたんですよ。誰か写真撮ってくれる人いませんかって。はい。そしたら手を挙げてくれる人がいて、私撮りますよって趣味で写真をずっと撮ってるんで、撮りますよって言ってくれた人がいたので、その方に撮っていただく。はい。でもしもここに入れないぐらい人がもし集まってくれたとしたら、こんだけ言っといて5人ぐらいしかいなかったら寂しいんですけど、うちのスタッフと、もうみんなとお客さんと一緒に何枚かの写真に分けてもいいです。全体で撮ってもいいし、ちょっと割って何枚かの写真にしてもいいので、必ずそれを全部お店に飾らせていただくので、思い出にずっと私ここに写ってるよって言ってもらって北野に来てほしいんですよ。なるほどね。はい。なのでここにね、ここの思い出を最後の日に、はい、皆さんで一緒に写真撮りたい。もちろんそれ以外もうこの土曜日に来れなかったら全然普段例えば明日からまだ火水木金ありますから、どっかで来ていただけたら僕絶対厨房にいるので、お声かけいただけたら一緒に写真撮りますし、いいですね。はい、言っていただけたら写真撮りたいって言ってくださったら僕出てくるんで、一緒に写真を収めさせていただいてインスタグラムにアップするのもよし、まだ写真残すのもよしなので、おっしゃっていただければ全然しますので、もう28日が無理な方はそれ以外の日でも全然 OK だし、28日来れる方はぜひ28日に4時に集まっていただけると嬉しいので、来てください。はい、お願いします。待ってます。よし、ありがとうございます。ちょっともうたくさん人が集まるといいですね。はい。ちょっとまた中に戻りましょうか。よし。よいしょ。こっちで。よいしょ。はい。まだ後でやりますか。そうですね。はい。これちょっとやってきますね。はい。はい。まあそうですね。ありがとうございます。すみません。ちょっとじゃあ、続いてね、いろいろ今、振り返っていったというところで、少しごめんなさい、ゆっくり、また改めて、ね、この今回の、閉店、大会本店の閉店っていうところの経緯っていうのをちょっと教えていただいてもよろしいですか？そうですね。誰が悪いとかじゃなくて、
なんですけども、まあここを契約するときは、まあここの元大家さんがまあと個人で契約した形になりました。で、ちょうど路地裏の店でやってる時に、まあやっぱりもうちょっと広い場所がいいな、移転したいなと思ってるちょうどタイミングもあったんですけど、よかったらここ使ってねっていう形になって、で嬉しいなと、そんな言ってくれるんですかって言ってっていう話になって、トントン拍子でここが決まっていくんで、まあでも一応契約しときましょうねっていう形で契約書を交わしたのが、ちょっとどうしても、借り主側が不利な契約になってた、10年後に要は契約が切れることになってて、でそれがちょっと僕本当にそういうことはズブの素人だし、もうそういうの無頓着だったので、もう反抗せって言われたらポンポンと押しちゃったものだから、で、今年の7月でその10年になるんですけど、その1年前の去年に2月ぐらいにポンと弁護士さんからお手紙が来て、来年の7月で契約が満了しますので、退去してくださいと。退去。はい、ってなって、どういうことですかと。でも一切その今後の連絡は大家さんと連絡取らないでくださいという形に言われちゃって、でなんでってなった時に、まあもう僕も知ってる弁護士さんにも相談したんだけど、まあそれはもう松尾さん、この契約はもう松尾さん無理ですよって言われてしまって、もうどうしようもないということになってしまいました。でそっからもうどうしたらいいのかと思って、もうね辛い1年間でしたね。どうするかと、もちろんね、じゃあ移転するわって言えたらいいですけど、こう機械を引っ越しするだけでもものすごい費用がかかってしまうので、たくさんありますもんね、機械が。そうなんですよ。今改めてちょっと今そのタイミングですけど、機械を移動させるんだけど、移動させるだけでね、想像できないお金かかるんですよ。そうなので、どれぐらいみたいなって、はい、もうねオーブン1台動かすのに100万以上かかります。でもすごいんですよ。なのでどうやっても無理だと、そんなもちろんもうお金借りなきゃ、当然お金借りなきゃ無理だけど、貸してくれもしないだろうしなと思ったので、どうしようとなってましたし、でもね場所もしかもうち割と広いので、1階2階の厨房もあるので、割と広い場所を借りなきゃいけないとなった時に、なかなかねないだろうと思ったので、なんかもうどうしていいか分かんない状態で何ヶ月も続いたんですけど、もうでも言ってももうね、お客さんにも言われました。よくその1年間そんなことをこう漏らさずに1年やってきましたね、楽しそうにインスタ上げてたじゃないですかとか言われましたけど、いやまあそりゃそうですよね。もうお客さんにこういうことを伝える意味はないので、楽しくやらせていただいてましたけど、でももう結構悶々としてどうすべきかって今後を考えながらやってました。でも結局ね、どうなるか分かんないのは、別にここ新しいところに行かないにしてもね、1年後に今のお店がやり続けられるかなんか分かんないし、コロナもそうだったじゃないですか。まさかコロナが来るなんて思ってなかったし、で来たら来たでなんとか、もちろんねこれでどうしてもダメで潰れちゃったところもたくさんあるかもしれないけど、まあなんか僕たちは何かやって、いろんなことやってなんか乗り越えてきたし、まあ、多分これもなんか乗り越えられるんじゃないかなと思って、やるしかないな、これをなんかチャンスだと思って捉えるしかないよねってやりだしたら、ちょっと楽しくなりました。なんとかしてやる。だって今までも困ってた階段の上り下りで、労働環境でやっぱりここ滑っちゃってこけちゃう子もいたし、いくらねトレーニングになるよって言われてても、やっぱり危険なものは危険だし、ないに越したことはないし、今狭い隙間を通らなきゃいけないところも、もしかしたらもう少し改善できるかもしれないし、1階2階にオーブンが2つ分かれているので、2人いるんですよ、パンを焼くときに。絶対オーブンが分かれているので、でももしこれが横並びにあったら1人でできることもあるんですよ。なのでそういう意味でちょっとマンパワーを抑えながらもたくさんパンを作れるっていうこともできるので、やっぱ何かメリットがたくさん見えてきたので、やっぱ移転するっていうことに対してのメリットはあるんじゃないかなって考えるようになって、そこからもうポジティブなこと、もしこれが改善できたらいいよね、これがこうなったらいいよねっていうことを考え出した時に、なんか前向きに捉えられるようになって、そしたらなんかいろいろ見えてくるんです。やっぱ前向きに捉えると見えてくるんですよ。この場所って良くないとか、これって良くない、こういうとこにあったらみんな買いやすいんじゃないとか、なんかそういうことがわーっと出てきて、でじゃあもう移転するって決めようっていうことで、なんとかお金を借りれるように魅力なことをいっぱい考えて企画書を作って、それでもやっぱり今お付き合いになる信用金庫さんとかね、高校さんとかに提案した時に、ぜひ投資したいって思ってくれるような、なんか魅力あることを考えようよってなってやりだしましたね。
いろんなもうそうするとどんどんやっぱこうしたらもっと良くないこうしたら良くないがどんどん出てきててでやっていくうちにでも肝心な場所がないんですよ。は場所がねなんかね40坪ぐらいやっぱ欲しいんですけど、はいはい今の厨房の機械を全部入れようと思ったら、ないというか高い高い。その簡単ね駅地下とかね、はい。なんかいう場所では高いし、どうしてもなくてこれがね本当にね今年の1月まで決まってなかったんですよ。そうなんですか。はい、でも移転のことを考えるとここを7月に絶対出なきゃいけない、はい。で前倒しでじゃあ工事をしてって考えると、やっぱり2月中には契約しないと、3月から工事を考えていかないと絶対間に合わないですよって言われてて、で1月で決まってないんですよどこにも、うわーと思ってそこからもういろんな今までお付き合いのあった人とかにも、はい。実はうちお願いして、なんかいいとこないですかねっていうことを相談していくうちに僕は中国とか台湾にパンをたくさん教えに行ってたので、そういうつながりあるいはパン教室の人とかいう形でその台湾の方とかね、そういう方とこうつながっていくうちに、あるお方につながってその方からよかったらここどうって紹介してもらったのが今工事してる北野の場所なんですよ。なるほど。はい次の新店舗ははい北野です。北野。はい、観光地でそうですね。有名な。はい、もう偉人館がたくさんある場所になりますね。はい。偉人館が北野坂と言われる坂を登っていくときに、はい西村コーヒーさんがあって上はいに偉人館を使ったスターバックスさんがあるもうあの辺りですね。なるほどなるほど。はいあちらに、もう決定もう決定ですね。決まってるんですね。はい、今工事をやってます。はい。北野に行っちゃうんだってもちろん言う方もいらっしゃるし、近くに住んでるから来てくれて嬉しいっていう方もいらっしゃると思うけど、なんか本当はねやっぱり僕も兵庫区この神戸市の兵庫区っていう場所で生まれ育ってるので、生まれた時からずっとこの兵庫区に住んでるんですよ。そうなんです。もう小学校中学校高校もうここもすぐそこなんですよ。なのでやっぱこう生まれ育った場所だったのでなんで出ていくのとかいう話も正直あるんですけど、一つはよりたくさんの方にどうせ場所を変わるなら買っていただける場所にしたいっていうこともそうだし、なんかより健康なものを伝えるためにねそういうものが欲しい人が買いやすい場所も最低の条件だともうあります。あともう一つはどうしても経済的な話をすると、より魅力的な場所、要は、これからお金を借りて返さなきゃいけないリアルな話をするんですけど、融資を受けてそれを返していかなきゃいけないので、やっぱそこのやっぱ融資してくれる銀行さんがここだったら成功するんじゃないっていう場所じゃないと貸してくれないので、そういう意味で今までよりも立地のいい場所、集客のいい場所っていうのも一つのテーマだったので、どうしてもそういう場所をちょっとテーマに置いてやらなきゃいけなかったので、同じ近くの場所だったら変わんないのにお金かかるだけじゃないっていう形にするとなかなか融資は下りないので、そういうのもちょっと正直な話あって、よりちょっとお客さんの来れる場所っていうのはちょっと選んだのも正直あります。なので行っちゃうんだって言われましたけど、ごめんなさいとすいませんって言いながらなんとか今ちょっとこの場所でやってますね。はい。そうか。じゃあもう今は、もうこのね閉店って、退去しないといけないってなりましたけど、もう北野の方にそうですね。決まってからは、結構もうなんかどういう今の心境というか。そうですよね。なんかもちろん今来てくれてるお客さんのことが一番に頭にあって、それこそねすぐそこにマンションが建ったんです最近。はいはい。でもうそこにどんどん大きなマンションが建って、そこを買われたお客さんがここの常連さんで、で言われた一言が、まだお客さんにまだ移転することを発表しなかった時、もうでも移転は決まってて、工事がこれから始まるぞという時だったのに、レコルトさんが大好きで、もうレコルトさんがあるからこの場所に決めましたって、このマンションを買ったのはレコルトが近くにあるからなんですよって言われたんです。そうなんですね。それがショックで、どうしようと思って、なんて伝えようかなと思って、そこから1ヶ月2ヶ月ぐらい先に移転の発表したんですけど、でもその方にちゃんとお話をしたら逆に喜んでくれて、そんな全然いいよ北のぐらい行くよって言ってくれて、そうなんですね。むしろそうやって頑張って乗り越えて次のステップに行ったからよかったじゃんっていう話をしてくださったので、ちょっとホッとはしましたけど、何かやっぱり僕たちはね今来てくれてるお客さんにもとってもやっぱりいい移動にしなきゃいけないと思ってるんで、なんかいろいろちょっと企画を考えてやってますけどね。はい。そっか。はい。
一つ質問が来てます。新店舗に設置予定の街灯にはどんな気持ちと意味があるのですかっていうのが来てまして。街灯ですか、はいランプをねちょっとねインスタグラムにアップしたんですけど、はいちょっと真鍮の可愛い傘のついた、はいちょっとこうランプがあってそこにじゃあお店のロゴをちょっと入れていう看板をつけようと思ってるんですよ。これの思いはっていうかちょっと僕の好きな一つのアイテムではあったんですけど、はいずっと憧れててなんか今まではこう派手なこうデザインの、絵とかねこういう形でこうやってきたんですけどちょっと北野になってくると周りの景観とかもちょっとあってやっぱ神戸市からもちゃんとあってこういう景観じゃないこういう景観でお店をしますという許可も出さなきゃいけなかったりとかあるのでちょっとシックに仕上げないといけない部分もありました他のお店さんとの兼ね合いもあったのでどうやってそのシックの中でおしゃれって思ってもらえるものがなんかできるかなっていうことと今僕の今のその新店舗北野の店舗を設計してくれてる方は一級建築士の方なんで藤川さんという方がやってくれてるんだけど、工務店噛んでないんですよ。工務店なしで建築士さんが単独で全部職人の手配から工程スケジュールから工事も全部やってくれてるんです。建築士さんが、はい、一級建築士さんで普通はねデザイン設計したりとかだけの仕事ですけど、その人がもう鉢巻き巻いて木切ったりとかしてたりするんですよ。それは一番最初の13年前の店舗を設計してお店建てる時にその時は工務店さんにお願いしたんですね。当然工務店さんに店舗の設定をお願いしたんですけどその時に僕たち工務店は言われたものを作れるけど言われてないものをデザインすることはできないからどんな店舗にしますかって言われたんだけど僕その頃もそういう店舗の知識が全くなかったのでじゃあやっぱりちょっと建築士さんみたいなそのデザインできる人をつけてくださいということでつけてもらった建築士さんがその今の藤川さんであってでその方と意気投合していて、今もその方が本当に今仲良しでもうめちゃくちゃいい人なんですよ。めちゃくちゃ一生懸命やってくれる人なので、ここも10年経ちますけどちょこちょこ顔出してくれるしいまだにちょっとここ使いづらくてとか不具合出てるんですよって言ったら直しに来てくれて、別にお金なんか取らないですよ。普通に来て、日曜日とかに来て鉢巻き巻いて直してくれたりとかするんですよ。あ、なるほどね、こんだけ経ったら経年劣化でこんなことになっちゃうのかって自分も勉強してくださりながら修理してくれたりとかして本当にね面倒見がいい方なんですよ。その方と今一緒にやっててそれで今度は北野をやってるんですけどその方がもともと新しいものを一から作り出すっていうことよりも古き良きものをうまく生かして何か今にリノベーションするっていうことがすごく好きな人なんですよ。でその方の思いをずっと聞いていくうちになんかいろんなこうインスピレーションを受けててあえてこういう昔ながらの例えば漆喰をうまく使ってとかねなんかそういうなんか良き食感質感っていうか新しいこう作り出すってよりは何か今の古いものを使ってこう作り出すっていうことの方が好きだったりとかなんかそういう一つの中で一つランプがちょっとなんかあって、なんとなくこう手作りな。なんかもうシンプルに外側外観はもちろん費用の問題もあるので派手なものは作れないけどそのシンプルな中で一つだけポツンとついた明かりがなんか手作り感があるような、なんか温かい光がそこについててそこにロゴが光ってたら、なんかもうそれだけで今はもう松尾さんのパンは皆さんがもう応援してくれてるからこれ一つはランプ一つあったら皆さんが分かってくれるんじゃないですかっていう中にもあって。いいなと思ってでいいランプないかなと思ってで僕はその頃どうしてもそのランプっていうのが黒い傘だったりとかいろんなこうあったけどいやこれはね真鍮がいいんですと真鍮のちょっとこうなんていうかな使い古したような感じのなんかああいうなんかランプってないですかねって話をした時に探しますって言ってちょっといろいろなとこ探し回ってなんか滋賀県である職人さんが作ってるのを見つけたって言ってくれて。その建築さんがそれを見つけて今発注して持ってきてくれたと。でそれを設置する予定なんですよ。そうなんですね。いやじゃあまたね今の店舗とはまた全然違ったそうですね印象の新店舗が待ってるっていうことで、楽しみですね。結局ね今の場所も紹介してやっぱパン教室に教えてきた生徒さん
のつながりで今の場所を紹介してもらったりとか、建築士さんもそうだ、やっぱり結局人のつながりじゃないですか。そうですね。はい、僕ができることとか僕が知ってる知識量とかで全然大したことなくて、でもやっぱりこうやって一生懸命なんかがむしゃらにやっていくと、こうやっていろんな人に出会っていって、でお互いなんか今回のこのパン物語もそうだけど、なんか伝えたいっていう思いが、まあ、一緒になってシンクロしたからこういう形が実現しているわけで、なんかそういうことをやった結果じゃないですか。だから新しい店舗のデザインとかも今と全然違うじゃんって言われるけど、それはやっぱり今の人たち、今そういう、ね、その方向に走ってやった時に同じように走ってきてくれて、一緒になってる人たちと出来上がったものが今の形なので、これが今の僕たちの伝えたいものなんだなと思っていただけたらなんかいいかなと。だから全く僕は同じものとかこうしなきゃいけないとか思ってなくて、今やろうって言うてる人たちがこれがいいんじゃないってなっていた時に、それいいねってなったやつが答えかなと思ってるので。すごいもうね、松尾さん一人で作り出すんじゃなくて、もう周りの人たちがあってこそ、で今がこのつながって、なんかなんて言うんでしょう、奇跡というかね。そうですよね。そこでできたもんだから、僕も最終完成がで意外とよってなんか思ってない形になったとしても、それが答えなんかなと思ってるので、もう今しかないね、かけがえのものになりますね。いやなっていいですね。はい、ありがとうございます。あ、わかりました。はい、そうですね。OK です。OK です。はい、すいません。ちょっと今日ね、予定してもらってましたね、明日の体を作るパン、の仕込みを予定していたんですけども、大変申し訳ございません。回線の都合上、ちょっと、撮影することが難しくなってしまいましたので、はい、ちょっとご説明とか、これがね、ちょっと今後の、パン作りのお話に多分つながると思いますので、はい、いろいろちょっとお話をお伺いしたいと思います。はい。わあ。よいしょ。こちら、これもありがとうございます。よいしょ。よいしょ、できました。こちらが。はい、これね、実はとあるコンテストがあって、で全粒粉っていう粉ですね、外側の全部引いたその全粒粉を使ったパンっていうのでコンテストがありまして、そこのコンテストに出した商品なんですけど、で今回その特別賞っていうのをいただいて、賞もいただいたのでこれを今作ってるんですけど、僕ねコンテストとかねあんまり好きじゃないんですよ、実は。大会とかよく皆さんあって、なんかいろんなもちろん世界大会があったりとか、パンも今結構頑張ってみんな切磋琢磨してやってくれてるんですけど、もちろん偉そうに興味ないんだよとか言って僕は出ないよっていうわけで出ようとしてもどうせ出れないと思いますけど、もう皆さんすごい技術なので、もう本当に今技術がすごくて感性もすごくて、今大会で活躍している人たちはすごいと思います。でも僕は正直ちょっとあんまり興味がなくて、なんていうかな、そうさっき言ったみたいに変わってるねって言われるのが褒め言葉だと思ってるぐらい、人がしないことはしたいんですけど、人がしてることはあんまりしたくないんですよ。したくないっていうか、僕がやらなくても誰かがやるじゃないですか。大会とかでも本当切磋琢磨で毎日トレーニングして頑張って作ってってで1位を決めるとかだけど、これ僕が出なくても誰かがやってることなので、なんか僕がやるべきじゃないかなと思ってるんです。でもだからコンテストとかあんまり出ない人たちだったんですけど、出ないんですけど、でもある時にある業者さんから言われて、この全粒粉を 50% 以上使ったパンっていうのを作ってくれっていうコンテストがある、これってすごい健康のことを考えたパンじゃないですかって。やっぱりそのメーカーさんとかもやっぱり健康のことをもっと考えなきゃいけないって思ってるタイミングだと。でこの時に美味しくて誰もが食べられる健康なパンを作るっていうことがなんかキーになってくると思うんだけど、これって松尾さんしかできないことがありますよねって言われたんですよ。うまいこと言うなと思いましたけどうまく乗せられてそうかと思って、自分にしか作れないパンが確かにあるかもなと思った時に、出ますって言った、このコンテンツやりますって言って、でこの、試作から全部やって今このパンを作ったんです。でもちろん特別賞なのでグランプリではないんですけど、見て分かるようにこのパンめちゃくちゃ素朴な形なんですよ。こんな形のパンをコンテストに出すやつなんかいるかと思うぐらい素朴なパンなんですよ。これ実物あるんでちょっと持ってきますね。いや、ありがとうございます。これね、レコルトに来られる方で食べたことあるよって言ってる方はいらっしゃるかもしれません。よいしょ。ちょっと
持ってきますね、ナイフと一緒に。よいしょよいしょ、こんな形です。よいしょ。おお、できました。すごい、はい素朴なこれはいパンなんですよ。こちらこれがですね明日の体を作るパンと。明日の体を作るパン。変わった名前でしょ。でもちょっとインパクトあるでしょ。そうですね。こう言われたら気にするじゃないですか。はい。はいこれがはい、これは全粒粉をまあ 80% 使ったパンなんですけども、 80%、はい、全粒粉を 80% 使って、その後の 20% もちょっと体に小麦、栄養価の高い小麦を使って、はい、作ってますね。本当に中を切ったら断面はもう抹茶色のパンなんですけども、はい、これのコンセプトは、要は今まで全粒粉のパンなんて食べれないと。僕のレコルトのパンもそうなんですけど、じゃあ栄養のことを考えてカウンセラーの資格も取ってて、栄養のことをすごく考えてるパン屋なんですけど、じゃあ栄養のことを 100% 実現したパンだけをこの店に並べちゃったら、それは意味がないと思ってて、すごい例えば全粒粉 100% のパンで有機とかオーガニックなものだけしか並んでここに並んでなかったら、そういう健康のことを意識した人しか買いに来ないじゃないですか。これって意味がなくて、これってもうその人たちは僕がいなくても勝手に健康になれるんですよ。それだけオーガニックのこととか健康のこと、添加物除きたいと思ってるんだったら、別に僕の店がなくてもその人たちは健康を維持できるんです。でもそうじゃなくて、まだそういうことに興味がない、全然興味がなくて、ただ美味しいからパンを買いに来た人がいてくれる店じゃないといけなくて、その人たちが通い続けていく、なんか美味しいって来たから買いに来た、あうまいなうまいなって買い続けてるうちに、あなんか健康のことこだわってるらしいなこの店はと。でそこに書いてあるキーワードが、例えばココナッツオイルを使ってとかね、体にオリーブオイルで、そういうコールドプレスでちゃんとしたオリーブオイル使ってますよとか、これっていうのはすごくこういう体にポリフェノールがあって、こういうことで体にいいですよとかって書いてあって、なんかそういうことが頭になんか刺さって、で行くうちに、例えばココナッツオイルっていうものがあって、そのココナッツオイルは4倍のスピードで体に吸収されて10倍のスピードで代謝される、中鎖脂肪酸が入ってて、すごい体にこういう効果があるんだよって言った時に、その時は分かんないけど「へえ」で終わるじゃないですかで終わってたけど、でも家帰ってテレビ見てたら、なんかココナッツオイルの特集例えば仮にやってた時に、なんかどっかで聞いたな、レコードに書いてたなってなって、聞いていくうちに、へえそういうことだったんだって、ちょっと一本アンテナが立ったんで入ってくるんですよ、その情報が。でそういうのが積み重なっていって、いろんな健康のワードが、ここで知ったことが外でテレビだとかいろんな人に聞いたことがキーになって一緒になってアンテナに入ってくるので、情報が入ってくるようになってきて、だんだん健康の知識が入ってくるんですよ。そうすると自分が毎日食べるスーパーで買う食材とかを選ぶときに、なんかこっちの方がいいって言ってたなとか、これって体にいいって言ってたなって言って選ぶんですよ。そしたらそれで、確かにね、植物油やめた方がいいって言ってたなとかね、こうやって調理する方がいいって言ったら低温で調理した方がいいって言ってたなとか言って調理しだすと。でそれで料理を作ってると体にいいもの作ってるんで、体調子良くなってくるんですよ。で1年ぐらい経った時に、私ねレコルトさんで通ってると体の調子いいんですよって言う人いる人がいるんですよ。しめしめじゃないですか。しめしめ。別にうちのパンを毎日食べたから健康になったわけじゃなくて、健康のワードが刺さっていくうちに、皆さんが自然と体にいいものを選ぶようになってきて健康になってる、そんな感じなんですよ。そういう風になってほしいので、この店に 100% 完全に栄養のことだけを生き切ったパンがあるわけじゃなくて、もちろんある水準はちゃんと高水準で体にいいものを選んでますけど、ここからはまだ伸びしろがあって、健康の1から10まで段階があって、だからソーセージにはどうしても添加物が入った方がジューシーで太くて美味しい。でもこの添加物を抜いていくと細くて肉々して硬くなっちゃう。でも最初はこれしか食べれなかったもいいんです。僕にはこのお店にはあるんです。でもこれ美味しいな。でもある時に健康のことを気にするようになって、添加物が入ってないソーセージがあるんだ、こっち食べてみようと思った時に、だんだん慣れてくると、でも肉々しいけど美味しい、これでも十分美味しいやんってなってくる時に、じゃあこっちの方がいいやってなって選べるようになってくると、健康のステップ上がっていける気がするんです。こうやる店じゃないといけないなと思ってて、その最初のキーにこれがあって、なので普段真っ白な色の食パンしか食べてないですよ。精製された小麦のものしかない、そういう食パンしか食べることができない、ふわふわの柔らか
いパンしか食べれないんですって言った人がちょっと頑張って週に1回だけでもこういう全粒粉を使ったパンを食べてみた時に、あ、これだったら食べれるな、週に1回ぐらいだったら食べれるなとか、はいはい食べ慣れるうちに2回いけるなとか、はいだんだん割合が増えていくことによってなんか全粒粉が当たり前に食べれるようになって美味しいなって感じるようになって、この夏の味を楽しめるようになってくるとより健康に近づいていけるみたいな、なんかそういう風になったらいい最初のスタートになるパン、でこれは必ずこれを毎日食べるっていうか、これを毎日食べてほしいってわけだけど、こういうのを積極的に取り入れる習慣があることで自分の体が健康になっていく。だから明日の体を作るのは今食べてる、そう、これが明日の体を作ってるんだよっていうことを理解してもらえるとメリットはあるかなと思います。はい。なるほど。ちょっとちなみにごめんなさい、全然関係ないですけど、はいあそこの立ってる人、奥に立ってる人は建築士さんです。青い服の人。本当ですか。はい、今覗いてる方ごめんなさい、工事の方ですけど、オウムを移動させてくれる、はい、方ですけど、今僕で喋ってる青い人、あの人が建築士の藤川さんで、あの人が全部デザイン全部、はい、監修してくれてる。今ここ覗きにここの店舗の話し合いに来ましたね。はい。すごいもうまだ進んでますね。ありがとうございます。ちょっとこのはい。はい。このパン、これが基本的にこう全粒粉のパンなので、よいしょ切りますけども、まあこういう色ですよね。こんな色のパン。だから普段真っ白いパンを食べてる人にとったら、ちょっとね、癖がありそうだなとか食べにくそうだなと思うかもしれないけど、結構食べやすくて美味しいです。あとお願いします。ラーメン。はい、こんな感じです。これがなんでこんな素朴な形をして僕がコンテストに出したかっていうと、このパンの生地ってこんな形にしなくても、例えばフランスパンのようなクープを割ったような感じとか、なんか形の面白い形とか作れるんですよ。でもあえてこれを作らずに水分をたくさん入れて、もう形作るの難しいふやふやな生地の状態にして、それをもうそっと焼いただけなんですよ。でこうした方が皮が薄いんですよ。ここの皮が無駄な作業をしない、こねたりしないので、バケットの成形するときにこうやったりとかぐーっとしないので、本当にそっと切っただけで焼いてるので皮がめちゃくちゃ薄いんです。なので癖がなくて食べやすいんですよ。でやっぱり柔らかくて食べやすくて美味しくなるんです。だから見た目を美しく作ることって実は美味しさから少し遠のくことがあって、そうなんですね。もちろん美味しそうに見えるは味わう努力をするので、美味しそうと思った時から唾液出るじゃないですか、よだれ出ちゃうじゃないですか、美味しそう、あれってもう消化始まってるので、だから美味しそうは大事なんです。美味しそうと思うことはもうそこから消化が始まってることなので、やっぱり栄養吸収良くなるので大事なことなんですけど、でもあんまり形に気にしすぎるとやっぱり美味しさから少し離れることがあって、どうしてもコンテンツに出したいと見栄えのいいものを作りたいんですけど、僕はいろんな試行錯誤したけどやっぱりこの形が一番美味しかったんです。このだから別に選ばれなくてもいいやと思って、別にコンテスト選ばなくてもいいけど、やっぱ僕はこの形が一番美味しいですっていうことでこれを出したんです。じゃあ特別賞、独創性という形で特別賞をもらって、独創性、はい、独創性あるなって、その考え方のコンセプトも栄養のコンセプトもめちゃめちゃ書いてたので、この説明をこんなに企画書にこんだけ書いたんですけど、これでちょっと読めないかもしれませんけど、こういうことを思って作ってますっていうことをうわうわって書いたので、まあそういう独創性を拾ってくれたのかなと思って。あれ、全粒粉のパンってこんなに食べやすくて美味しいのっていう、はい、そういうことに気づいてほしかったので、最初から全粒粉を求める人じゃなくて、普段真っ白い小麦のパンを食べてる人がちょっと食べた時に意外と食べれるって思ってくれるパンになったらいいなと思って。なるほど。ちょっと岩井さん食べてみますか。食べてみてもいいですか。ちょっとそう言われると逆に大丈夫かなって心配なんですけど。なんかね、でも可愛らしいですよね。そうですね。素朴な。よかったです。ごめんなさい、手で触りましたが、よかったら食べてください。すみません、いただきます。これなんかもう結構柔らかいでしょ。もちもち。はい。見てください。ね。で皮もなんかしっかりしてますよ。ね。どうですか。でも皮パリッと薄めでしょ。薄め、ちょっといただきます。はい、どうぞどうぞ。めちゃくちゃ食べやすい。この水分すごいですね。もっちもち。そうなんですよ。意外といけるでしょ。めちゃくちゃ美味しいです。確かに全粒粉してないです。でも 80% 使ってるので結構しっかりなんですよね。本当だったらえぐみが強かったり酸味が強かったり、なんかボソボソしたりとかなんか思うんだけど、これだけ食べやすくなる。これだったらじゃあね、毎日食パン食べてる人が1日ぐらいこれに置き換えてもいいかってなるじゃないですか。だからそういうきっかけになったらいいなと思って。
て作ったパンですね。すごいなんか普通にそのなんだろう湯種のパンとか食パンとかそういうような食感でそうなんですよ食べられちゃうというか。でこれが体にいいなと思ったら頑張れるでしょ。うんこれぐらいやったら、はいこのぐらいのステップだって上がれるでしょ。うんだからいいきっかけだなと思ってて、うんうんうんちょっとそれをはいやりました。そうでそうそう、はい焼き餅焼かれたさ。嘘おいしそうすぎて。から見てもらって。美味しそうすぎ。うん美味しそう食べたい。食べたい。ありがとうございます。このコーナーめちゃくちゃ美味しいです。嬉しい。ごめんなさい、ちょっとね。なんか来てる？明日のパンの焼き上がりっていうか、絶対買うっていうのと何時頃に焼き上がりますか？あ本当だはいすごく発酵の長い何時頃に焼き上がるわね焼き上がるか。はい。ちょっと発酵が長いパンなのですごく酵母の量が少なくてじっくり発酵させているのでちょっとその日のご機嫌によってちょっと若干時間はずれるんですけどでも大体7時にやってるので9時ぐらいには焼けてます朝の。はい朝から置いてるんですねじゃあ。逆に本当はね今日紹介しようと思ってその仕込むところをお見せしたかったけど、ちょっと電波の都合でできなかったけど今から仕込んで今から発酵させるんですよ。で明日の朝までずーっと発酵しててでその明日の朝発酵した時にちょうど見極めてよしこのぐらいでいいなということであとはもう切ってそっと切っただけで焼くんですよ。で朝の9時ぐらいに焼ける感じです。朝の9時みたいです。はい朝の9時焼き上がりで明日の体を作るパン絶対買う。やりました。健康なパン、はいこれからの世の中には絶対必要ですね。いや絶対必要です本当に。私も食べたいです。一口一口噛めば噛むほど豊かな香りと味が口の中に広がって美味しかったっておそういうことやったー。食べてくれた人から来てますよ。すごい皆さん。ありがとうございます。いや嬉しい。パンを食べながら見うんうんうん。てるっていう人もいまあした。本当だや。ばいレコルトさんのパンを食べながら見てます。やばい通すぎるじゃないですか。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます皆さんたくさんのご感想を。はいでこれがもうはい。パンでしたけど、これのベーシックなやつに対して隣にあるものはそうこれが今回、はいせっかくインスタライブをするはいインスタライブじゃない YouTube ライブをするはいはいはい。中で、あと1週間あと5日かあといつか。の限定の時に特別に何か作れないかなっていう話がねちょっと出たんですよね盛り上がってなんかできないですかねってこれを見てくれた人がはいなんか知ってもらって特別なことないかなっていうのがあってちょっとじゃあこの5日間だけはい限定的に販売するパンをなんか考えれないですかねっていう話がね企画の中で出たんでちょっと考えました。いやー、はい、ありがとうございます。実は知ってる方いらっしゃるかもしれないけど先週の土曜日とかにもちょっと試験的に出したんですでも一切僕はインスタにも発表してないし公表してないんです、本当に発表するのはこれねライブが終わった後にこの5日間だけ出そうかなと思って、作ったのがこの明日の体を作るパンで作るあんパンなんですよ、ちょうどさっき松原製薬さん来ましたけど本当ですね。松原製薬さんの特別栽培の粒あん、はいあんパンなんです全粒粉のあんパンです。全粒粉のあんこれはパン。ちょっと何を考えたかったかというとこの生地を楽しんでいただくためにまだシンプルなパンじゃなくてまだ菓子パンみたいなものだったらまだ食べれるぞというまだこれのステップも上がるのもちょっとまだ抵抗があるかなと思う人に対してもうワンステップ下げたんですけど、菓子パンっていうものがあればこれだったら全粒粉のパンでも食べれるぞっていう人がいたらいいなと一つ思ったことでもう一つはこの中に実は 88% カカオ 88% のチョコレートが入ってるんですよ。で88% のカカオのチョコレートってもうねチョコレートじゃないんですよ。わかりますか？なんかもそんなことないです。うね甘くないんで全然。なのでもちろんチョコレート大好きな人は88全然楽勝だけどっていう人はもちろんたくさんいらっしゃると思います。でもまだまだチョコレートって甘くて美味しいの思ってる人たちにはちょっと厳しくこれだけでは単独で食べづらいものだと思ってます。これをなんか使いたいなとずっと思っててなんかと合わせたいなと思うけどもちろんいろんなチョコレート甘いスイートのチョコレートと合わせて美味しくするっていうことはやり方はあるんですけどそうすると結局チョコレートなのでなんか違うなと思ってなんかこの 88% のカカオも取ることは健康のポリフェノールもあるしいい栄養の一つだと思ってなんか捉えていただけたらいいなと思っててどうせ甘い美味しいおやつを食べるんだったらより体にいいものを取ってほしいなと思った時にちょっと 88% のカカオのチョコレートだけ甘いチョコレートは一切入れないなんかものを作りたいなと思ったのが最初の一つで
何を合わせればこの 88% のカカオのチョコレートを美味しく食べれるんだろうなと思っていろんなものを合わせたんだけど、一番美味しかったのがこの粒あんだったんですよ。この粒あんと、はい、カカオ88% のカカオを合わせるとちょっとねふくよかな香りのするあんになるんですよ。ちょっとだけその全体に入れてるわけじゃなくて中にちょんちょんと2切れ入れてるんですよ、はい、途中でグッとチョコレートのコクが出てくるんで、粒あんが食べてるのにちょっとこうチョコのコク感が出るっていうかが美味しいなと思ってて、面白い。はい、まあこういうサイズ感ですね。なかなかない、はい、ちょっと終わりますか。ちょっとこういう形になって、何かなんか見えちゃいました。何か入ってますね。はい、これチョコはもう溶けてるんでわからないんですけど。待って、でもチョコの香りが、そうカカオの香りがするでしょう。そうなんですよ。これが意外とこのチョコにうまく合ってて、なんかチョコあんこに粒あんに合ってるんで、ちょっと面白いコク感が出ます。この生地感と合う感じです。で、ちょっとここになんかいるぞっていう。なんかいるぞ。これはなんだ？イチジクです。イチジク。はい、赤ワインで煮込んだ、うちで赤ワインとかシナモンと一緒に煮込んだイチジクを少し、このつぶつぶ感、プチプチ感がこの全粒粉のちょっと渋い食感にちょっと合う感じで、ちょっと最後のご褒美感でプチプチっていう食感でちょっと食べ終わるみたいな感じ。サプライズですね。ですね。そういうあんパンにしてます。食べてみて。食べてみて。いいんですか？食べちゃっても。皆さん私だけありがとうございます。すごい。ていただければ。いいんですか？こんな半分も。うわー、すごい。結構ね、ずっしりとしてますね。ずっしり。結構確かにあんこの割合多いですよね。多いですね。はい。重たい。ちょっとすみません。いただきます。ちょっとイチジクと5日間いけるんかな。5日間限定。5日間だけ。よっしゃ。もうすごい、そのカカオの香りがね、チョコ好きにはたまらないですね。この香りいただきます。ラルタすごい。なんかごめんなさい、入れすぎた。どうぞ。入れすぎました。ごめんなさい。わかる。いやもうね。はい、そうさせたようなもんですよ。大きい音が。すごい。なんか初めましてですね、これ。そうでしょ。なんか面白いでしょ。なんか何これっていうね。すごい粘土ね、ねっとりしてる感じ。チョコレートがカカオが効いてくるので。ネットででもチョコレートだと思っちゃいすぎると甘くないからなんか食べにくい人には残念に思うけど、あんこと合わさってることで、そのいいチョコレートの香り感となんかコク感だけが残ってくれて、でもあんこを楽しんでるみたいな、なんかそういう感じになるじゃないですか。なんかそこが面白いかなと思ってて、なんか本当にあんこを食べてるはずなのに、なんかチョコレートになってるみたいな。今どこにいるのみたいな。ちょっと迷子です。めちゃくちゃ美味しい。でも面白い。いいですねこれ。でも本当食べやすい。生地も意外と食べやすくて、この見た目よりははるかに食べやすくなってるんじゃないかなと思ってます。大体何個ぐらい作るんですか？何個作りましょうか。まだ決めてないんですよ。これ多分すごい反響あると思います。お客さんの興味の度合いによるかなと思って頑張って作る。これ多分僕一人で成形するので、多分僕が一人で作るので、ちょっと何個作りましょうかね。まあ頑張ってちょっと作りますけど、はい。ちょっと様子見ながら。皆さんの声次第ですよ。皆さん皆さんがめちゃくちゃ食べたいってもう言ってくれたら頑張って作ります。それに松尾さんが答えてくれるかと。思いの詰まったパンにね。そしたらね、本当ですね。もう今しかない。本当に今しかないですね。これはちょっとね、一期一会な感じで作れたらいいかなと思ってます。新店舗でも出さない。もうこれ終わりましょう。一旦終わりましょう。終わりましょう。何か一旦終わりましょう。ね。まあこの経験を踏まえてまたね何かに進化するのは面白いかもしれないけど、まあでもこれは一旦一期一会で、なんかだからね難しかった悩んだんですよ。なんかこう完成させすぎたらさせすぎたで次も欲しいになっちゃうし、でもなんか今のこの出会い慣れてない今のねここに慣れてないの多分何この今のこの錯綜する感じ今どこにいるのっていう錯綜これって今しか楽しめないなと思ってるんで、なんかあと引くぐらいで終わる方がいいかなと思ってるんですよ。
なんか結局どこにいるか分かんなかったみたいなね。はい、いや本当に迷ってますね。これこれはい。あですね。可愛いい。これあれじゃないですか。うんうん。視聴者にも食べに来てください。あ、わかりました。よかったら9時、こっちは9時ぐらい、こっちはちょっともう少しでこの後清潔で10時ぐらいに焼ける予定でいますので、ぜひちょっと頑張って作るんで、よかったら買いに来てください。待ってます。お願いします。いい。来ますね。これ実はあれですね。土曜日私、ちょっとこのパン物語の、編集ディレクターとお店にお伺いしたんですけど、ね、いっぱいちょっと買いまして、その時にパン物 D 食べたんじゃない？パン物 D 食べたんじゃない？これ買ってたよ。私分かんなかったですよ。そうなんです。まさか。そう自宅で作ったやつがね、はい、お店にそっと出てましたからね。出てましたね。私は土曜日見ました。これどうしよう買おうかなって迷って、編集 D がパンモノディレクターが購入してお家持って帰ってましたけど、はい。やりますね。ね、やりますね。目の付けどころが本当に。いいですね。いや、ありがとうございます。はい。閉店イベント告知やイベントの告知、テンキューカード、はい、壁画撮影とか。わかりました。はい。はい、すいません、もうそうですね、結構長い間皆さんありがとうございます。長い間見ていただいて、はい、もうそろそろちょっとそうですね。最後にはいというところで、閉店あと5日ですね。5日ですね。あっという間ですね。あっという間ですね。もう6月の28日土曜日、はい閉店ということで、それまでに多分いろんなイベントをちょっと企画されてるかと思うんですけど、はい、まず今やってるイベント、そうですね。サンキューカードがあるんですね。ちょっと持ってきますね。ありがとうございます。たくさん動かしてしまって。いえいえいえ。今ですね。はい。これサンキューカード、そうなんですよ。サンキューカード。はい。これはこういうのロンポアンっていうお店の方だけで使える特典があります。こういうサンキューカード、こういうのを作りました。はい。これももう一生懸命閉店が近くなっていくうちになんかできないかなって作りましたね。なんかもうとりあえず走り出してみた感じです。さっきこのカードができて、特典はその後にできたんですよ。あ、そうなんですか。早くカードだけ作って特典まだ決まってないけどって先配ったんですよ。で後から特典を何がいいかってみんな考えながら作ったんですけど、要はこれ何をしたかったかっていうと、本店に今までこの大会の本店に来てくださった方って、多分北野の本店に行くのってちょっとハードルが高いかなと思ってます。やっぱ遡らなきゃいけないし、今と生活路線の全く違う場所にできちゃうのでちょっと来にくいかなと思ってます。もちろん本店で作ってるので焼くので、北野の本店でパンを焼くから一度は足運びたいなって言ってくださる方ももちろんいらっしゃって嬉しいんですけど、もちろん来てほしいんですけど、今までもずっとあったこの神戸のロンパンのお店になんかやっぱりできるだけ足を運んでいただきたいなと思ってます。ここはパンを焼いてなくて本店で焼いたパンを持ってくるんで、じゃあパンの焼ける匂いはしないけど、でも栄養特化のカフェをやっててお料理を作ってるところなんですね。でもう本当に分子栄養学を僕もやって栄養のことをやり続けた時に、パンはさっき言ったみたいに栄養レベルを1から10まで分けたものがあるけど、あそこのお料理はもう栄養特化10でちゃんと作ってるお料理ばっかりなんですよ。なので本当に体にいい素材のものを美味しく食べていただけるカフェを作ってるんだけど、まだまだやっぱりそこに意識のない人にはなかなか足を運びにくい場所だと。しかも本店とロンポアンで近かったので、じゃあどうせだったら本店に行っちゃおうということで、皆さん本店に来る方が多くてロンポアンの利用する方がちょっと少なかったんですね。でもこれからはここの大会本店がなくなるので、ここの普段から毎日の生活路線の中でパンを買ってくれる方にとったら、やっぱロンポアンに来てくれることが何よりもいいかなと思ってて、もっと来やすくなるようにと思っていろいろ考えてたんですね。でその一つとしてこのサンキューカードを作ったんですけども、これは今ここの本店で、3000円以上買ってくれた方にもうプレゼントしてるんです。はい、で、毎月特典があって、この月になったらこの特典というのがここにあるので、例えば7月オープンした時やったら1000円以上買ってくれたらアイスコーヒー1杯無料だよってだったりとか、
まあ、8月だったらミニソフトクリームをプレゼントだよっていう形で次特典を1つ受け取れるので月に1回はロンポアンに行ってこの特典を受けとこうみたいな形で通い続けてくれたら通い続けるうちに意外とロンポアン通いやすいなって思ってくれたらいいなと思って場所的に皆さん分からない方が多いので1回2回行くだけだとちょっと不便かなと思うけど実は神戸駅から歩いて5分ぐらいで行けるし JR の神戸駅から歩いて5分だし西本町の駅から出たら徒歩1分だし意外と運動のためにって元町の大丸がある元町から商店街の中を歩いてくると雨にも当たらずにずっと歩いてくると1キロぐらいなので10分から12、3分ぐらいで歩いてこれるので意外とちょっと運動のために元町から一駅歩くかすると元町商店街出るとすぐこういうロンポアンがあるのでそこでパン買って神戸駅から帰るとか、意外とできるなっていうことがいっぱい見えるぐらいいい場所にあるんだけどなかなかちっちゃい場所なのでまだ皆さんが知り得てないところがあるなと思ったのでなんかこの12回特典あるうちに全部制覇するぞと思ってなんかやっていくうちに意外と通い慣れてくれたらいいなっていうちょっと狙って作ってます。はい、結構特典もたくさんいいように作ってるので、はい、そう来てほしいなと思って本当にねここのスタッフは僕は本店で焼いてるのでロンポアンになかなか行けないことが多いけどロンポアンのスタッフはめちゃくちゃ栄養のこともそうだけどもうクオリティを維持するためにめっちゃ頑張ってるんですよね。僕がいなくてもちゃんと守らなきゃと思ってクオリティ維持を頑張ってくださってるのでなので本当に僕らの自慢のスタッフなんですよ。だから彼女たちが一生懸命やってくれてるから今ロンポアのハイクオリティのものが出せてるのでぜひそれを楽しんでいただきたいな。本店の賑やかさとちょっと違うなんか上品だけどすごく丁寧な接客をしている彼女たちがいるのでぜひそこでパンを買っていただけると僕は嬉しいなと思ってもちろんパン買って中でコーヒー飲んでもらってもいいしコーヒーもちゃんとスペシャリティなコーヒーだけ置いてるのでちょっとそれを楽しんでいただけたら嬉しいなと思って。はい、でこれを3000円以上買った人にこれをプレゼントだけど1回で3000円以上買えない人はどうするんですかって言われたんですよこの間。じゃあ合算でいいですよって勝手に言ったんですけど、なのでレシート合わせてもらって3000円って言っていただけたらこれをプレゼントするので全然いいんですか大丈夫です。はい、ちょっと来ていただいて過去にレシートもそうなんです。これはだから28日までお配りしているので、はい、なのでこの5日間のうちにここに買いに来ていただいてレシート貯めていただいてもちろんロンポアンのレシートもあっても全然いいですよ。ロンポアンで買ったやつもレシート合算でいいのでいいんですね、はい、本店だけじゃなくてロンポアンでも買っていただいたレシートでも合算3000円以上買っていただけたら、このサンキューカードをあげます。ちなみに売り切れあります？カードですか？カードいやカードの売り切れもちろん印刷してるものが終わったら終わっちゃうんですけどめちゃくちゃたくさん印刷してるので、全然大丈夫です。いや本当にねぜひ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 ロンポアンでこうやって例えばアイスコーヒー1杯無料とかミニソフトクリームプレゼントとかあるけど、このコーヒーのクオリティもめっちゃ高いんですよ。めちゃくちゃ美味しい。1杯1000円以上買ったらコーヒープレゼントです。だって1杯4、500円ぐらいしますからめちゃくちゃ美味しい。お得ですよ。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃお得。このミニソフトクリームも本当にこのソフトクリームめちゃくちゃ自慢なので本当の木次の島根県の奥出雲のノンホモパスチャライズって言ってホモジナイズっていう脂肪を分解する作業もしていないしパスチャライズなので低温殺菌してるタンパク質が一切変性していないカゼインもちゃんと変性していない状態のいい牛乳だけで作るソフトクリームなのでめちゃくちゃ自然なミルキーな美味しさで楽しんでいただけるソフトクリームですからこういうのもプレゼントしますのでいろいろ、はい、食パン液が 50% オフになるよとかなんかいろんな特典がずっとこうついているので、はい、もう一年中楽しめる。そういろいろちょっと考えてみたのでちゃんと楽しくなるこの月行っとかなきゃとかねなんか感じでちょっと思っていただけるようなものをちょっと考えて作ってるのでぜひちょっとこのカードを活用してこれロンポアンでぜひ一度ぜひ一度ロンポアンに来てください。楽しんでください。いやもうとことんこだわってますね。健康特化。そうもうねだから楽しくないと意味がないので例えば美味しいものを例えば美味しいものとか好きなものを好きなだけ食べていいよって言われたら皆さんは例えば太っちゃうとか体に良くなくなっちゃうとか不健康になっちゃうと思っちゃう。で好きなように休日を過ごしていいよって言われたらゆっくりダラダラしてしまったら太っちゃうって運動不足になってダメになっちゃうとか思っちゃうかもしれないけど僕に好きなものを好きなだけ食べてって言われると僕はめっちゃ体にいいものを食べたいんですよ。で好きなものを好きなだけ食べたら量もそういうふうに考えるので健
康になるんです。で好きな時間に好きなだけしていいよって言われたらいい運動をするからでストレッチもちゃんとするからこうになるんです。だから好きなようにすると僕は健康になれるんです。ただ寝る時間がなかったら今はすることがいっぱいありすぎて寝れなかったりとかでちょっとダメだけどそういう風になります。でもこれって皆さんの今までの健康のなんていうかな成功体験がないのでどうしても食事をするってこうなんか例えば、背徳感のあるような普段食べちゃいけないというものを思う存分食べるとか、まあ、ドーパミン欲求みたいなものをなんかやってしまうから不健康に近づいてしまうんですよ。だから今まで食べたらダメだと思った量を食べたいとか普段生成してるからこそ今これだけ食べたいとか思っちゃうけど本当は体に例えばオメガ3脂肪酸の豊富な例えば鮭を食べるとかなんか、野菜でもこういうビタミン A がたくさん豊富でとかこういうミネラルがあるようなものを食べた時に次の日に調子良くなったっていうのはやっぱ今までの積み重ねなんですけど普段からそういうものを取ってると最近頭痛が起こんないな風邪ひかないなとかいうのをちゃんとメカニズムで分かってくるとちゃんとミネラルをずっと充足させてるとやっぱり風邪ひかないなとか目の調子がいいなまぶたの痙攣が起こんないな次の日のこう頭痛感とか疲労感とかがないなというのが体感的で分かるのでなかなか難しいんですけどこれが分かってくるようになると食べたものがこう影響してるんだな体にっていう成功体験が溜まってくるとやっぱりそういうものを食べたいんですよ。逆に体に悪いものを食べちゃうとせっかくこの築いてきたこの体のパフォーマンスが落ちちゃうのが嫌なので食べたくないんですよ。だから本当に好きなものを好きなだけ食べては体にいいものを好きなだけ取りたいんですよ。って思える体になると勝手に健康になる。運動もそうじゃないですか。ちゃんと運動した時の方が絶対パフォーマンスでこの階段登っても全然疲れないしやっぱり運動とかあるいはストレッチとかが足りてなかったらやっぱ僕らも階段登った時に息切れしたりとかなんかどこか痛くなったりとかあれ調子悪いなと思ってて姿勢が悪かったなとか普段最近走れてないなとかやっぱ思ったのでちゃんと運動しなきゃと思って運動するとやっぱりパフォーマンスいいので夕方になっても元気だしまだ走りに行きます走りに行けるとでする。だからやっぱりそのパフォーマンスを持ってるのは運動が続けてこれたからだっていう成功体験を持ってるのでだから自由な時間もらうと運動するんですよ。その方が絶対自分は元気で楽しいから、っていうふうなこの積み重ねが結局楽しく生活してるのに元気でいれる秘訣なんですよ。だから楽しまないと栄養も吸収うまく起こらないし、なので皆さんに楽しくこう話題の中で触れながら健康というものを何か織り交ぜていって知らないうちに好きなように元気にやってるけど好きなように楽しくやってたら元気になってたみたいな、そのサイクルはできると思ってるのでそういうなんかお手伝いをしたいなと思ってる。なるほど、もう健康の第一歩をレコルトさんに来たらなんか踏み出せるというかきっかけになるんです。欲しいな。やっぱいつまでも皆さんが元気で笑顔でここに来て楽しくこうやってワイワイしてるんだけど本当に明日病気になっちゃうかもしれないわけじゃないですか。今まで今病気になってないから元気でいれるけど体の調子崩した時にしまったって思うじゃないですか。今は元気だから何とも思わないけど明日急に熱が出て寝込んじゃったらしまったちゃんとやっときゃよかったって思っちゃうってことって僕でもあるのでやっぱ油断できないけどやっぱりいつも元気で何かあった時に駆けつけられる何かあった時に助けられる力とかやっぱり家族を守る力とか、従業員を守る力っていうのが常に欲しいのでやっぱり自分のパフォーマンスを常にマックスにしていけるような生活をしたいなと思ってます。いや最高です。ありがとうございます。松尾さんの健康講座受けたい。いつでもやります。してます。ロンポアンも知らなかった行ってみたいっていう風にね。嬉しいです。いや本当にロンポアンめちゃめちゃ面白いので。オムレツドッグいただきました。美味しかったです。嬉しいです。いいですね。3000円以上絶対買いたいとかありますね。皆さんしてますね。ぜひ。松尾さんは未来のパン業界を率いるリーダーです。そんなことはないんですけど。すごい。いやいいですね。ありがとうございます。やっぱり最初にも言ったけど食をやっぱ携わる人間ですから普段のすべての生活がそこに落とし込めるようにしなきゃいけないし僕も自分がモデルとなってやっぱこういう生活をしたからこういうパフォーマンスで入れますよっていうのがやっぱり皆さんに分かってもらえる一つだと思ってるのでだから僕が疲れててってやっぱりダメじゃんってなったら嫌なのでいつもやっぱ元気入れるように自分もやっぱケアして気をつけてますしだからうちの若い子で20代の子たちが「なんでオーナーそんな元気なんですか?」とか言ってるわけですよ。朝から一番最初からスタート走ってやってるのになんで終わってまだ走りに行くんですかみたいな。っていうのがだんだんみんながそれ浸透してきてじゃあ僕も頑張りますとか栄養のこと気をつけますってやってくるとみんなのパフォーマンス上がってきてて今うちの製造の社員のうちもうほぼ全員今1人2人まだ運動を始めたぐらいの
もうまだスタートもいるけど、はいそれ以外の子たちはもうマラソン大会エントリーするぐらい、めっちゃハイパフォーマンスなので、すごいな。いややっぱりね本当に楽しいですよ。スタッフさんの健康も大切にしてるから、朝食も一緒にとってらっしゃるんですねと。そうですね。やっぱ栄養指導をちゃんとしないと、今の若い子たちがね、例えば切れやすいとか、なんか最近の子はとかって言ってるけど、全然そんなことなくて、今の子たちってやっぱり栄養物が豊富すぎて間違った食事をしている子がめちゃくちゃいるんですよね。だからちゃんとそこを整えて取らなきゃいけないミネラルをちゃんと取ってビタミン取ってとかってすると、全然メンタルも安定するし、ホルモンの状態も安定してくると、全然それこそここ来た時は鬱っぽかった子とか、よく気分の乱高下があった子も最近すごいおとなしくなってきたし、落ち着いてきてるし、やっぱり食事だなって改めて思うので、やっぱり僕たちの体は食べたものでできてるんで、普段から食べてるものがどういうもので食べてきてるのかで、やっぱり皆さんの体はできているので、そこは大きいかなと思ってるから、やっぱりまずは僕もそうだし、スタッフもそうで、ここを体現して、やっぱり食事を変えたら、運動習慣変えたら、こんなに元気でみんな楽しくやってるよっていうのが分かってくれたら、お客さんもじゃあ食べるものに気をつけようかなって始めてくれると思うので、僕たちはこんな楽しそうにやってますけど。いやー、いいですね。なかなかね、健康を楽しく、できる環境にいることって多分めったに、なんだろう、出会わないというか、巡り合わないというか、あると思うので、気づきのタイミングなのでね、これはばっかりはなんか体を調子を崩したタイミングとかないと健康の大切さってわからないので、今の若い例えば20代とか10代の子たちに大事だよ、いいもの食べなきゃダメだよって言われてもね、今まで体を壊したことなかったら無理なので、どっかで気づく時はあると思うので、今のうちにアンテナ立てといて、やっぱり大事だなと思った時に動き出してくれたらいいので、無理やり押し付ける気もない。だから健康をこうしろよ、こう食べなきゃダメだよとかっていうつもりもないんですよ。興味を持った子たちだけにはしっかりお伝えするので、僕個人的に電話したりもします。DM ですごい相談が来て、それをもう話して一生懸命その DM にちゃんと返答してやってるうちに、ちょっともう拉致開かないで電話しますとか言って、電話していいですかとか言って電話で2時間ぐらい喋ったりとかね。すごいな。実際に健康指導されてるみたいですよ。カウンセリングやってます。いやー、すごい、ありがとうございます。そうですね。で、最後閉店イベント、今天休カード、言っていただいて、で、あともう一回、他にあとは壁画撮影ですね。先ほどちょっと前の方に行きましたけど、最終日のね、最終日、この外観と一緒に皆さんで写真を撮る。日付は6月の28日土曜日。土曜日の何時からで？4時です。16時です。16時。はい。夕方4時ですね。夕方4時待ってます。記念写真を撮って、でこの大会本店の記念、この思い出を次の新店舗北野の方に写真として残します。写真貼っていただけるんですか？そうです。額に入れてお店の店内に飾ります。皆さんのみんなで撮ったこの写真をたくさん集まれば何枚か分けるかなんかして、それを全部お店で飾らせてもらいます。いやー、いいですね。ちょっと皆さんでね、ぜひぜひで最後最後ですね。実はパン物語が閉店最終日、またレコルトさん第2弾密着します。嬉しい。ありがとうございます。本当です。ちょっとまた私たちも新たなパン物語チームで、レコルトさんとしっかりと残していけたらなと思いますので、ありがとうございます。ぜひちょっとまたね、なんだろう、皆さんの見ている方のなんだろう、心に響くような、なんかすごいこちらの店舗で積み重ねてきた歩みであったりとか、なんかそういう思い出、努力であったり、そういうものを何かその最終日で、私たちもしっかりとまとめてお届けしていけたらと、残していけたらと、皆さんにね伝えていけたらと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。最後松尾さんの最後ファンに向けて意気込みというかね。そうですね、最終日もそうだし、新店もそうですし。なるほどなるほど、そうですね。最後にじゃあ松尾さんから、いや今日はちょっと長く
なりましたけど、見てくださってありがとうございます。まあね、きっかけはネガティブなことから始まったことであったかもしれないものを、なんとかやっぱり皆さんも生活してる時にたくさんあると思うんですよ。困ったことどうしたらいいのかっていう、ネガティブなことってあると思うんですけども、僕もそれですごい悩んで苦しみましたけど、まあやらなきゃいけないので、もう、まあ、よくね、よく言われるけど、死ぬこと以外はかすり傷だっていうことも言われますけども、なんか多分僕にそれをしなきゃいけないタイミングだったと思うんですよ。もうそういうことだったと思って、じゃあどうやってこれをポジティブなことに変えれるかっていうことを真剣に考えるようになって、もうワクワクしていくしかないなと思ったので、もういい方向だけ考えると。なんかこれを変わることによってメリットは何だろうと思ってやっていくと、どんどん楽しくなりました。だからこれからは本当にね、ここにずっと通い続けてくれた人にはちょっと遠くなっちゃって、ご迷惑をおかけするかもしれないけど、僕たちは必ずこのきっかけがあったからこそ、よりいいものが作れるようになったと。また例えば3年後5年後10年後に、あれがあったから今のレコルトがあるんだよってちゃんと胸張って言えるような、なんかお店にしたいなと思ってますので、ぜひ応援していただけたら嬉しいと思います。じゃあちょっと頑張りますので、気合い入れたパンを作っていきますので、またよろしくお願いします。はい。いやー、すごい、ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。本当にもうちょっとだいぶおっしゃいましたね。すいません。おっしゃいました。すいません。はいでももうたくさんなんかいろんなお話が聞けて、たくさんもコメントもいただいてますし、ありがとうございます。またアーカイブでも残りますので、はい、そちらでもしっかりと皆さんねチェックしていただけたらと思います。あと閉店まで5日。よし。はい。絶対来てください。待ってます。待ってます。待ってます。ね、本当に。で。ね、最後、お店の前で、ね、みんなで写真を撮って、ね、最後お店の前で写真を撮って、ね、この、なんだろう、この感動というか、その時にしかない感動を、なんだろう、感情を皆さんに共有してもらってね、はい、ちょっと次につなげたいと、そのエネルギーいただいて、また次につなげたいと思いますので、はい。ありがとうございます。エネルギーをください。よっしゃ。待ってます。待ってます。皆さん、閉店まであと5日よろしくお願いします。